岩崎です。今回はこちらにおります。じゃじゃーん。ワークマンの2026年春夏新製品発表会に来ております。いや、今回はたくさんの新作の中から登山でも使えそうなアイテムやコーディネートを中心に見ていきたいと思っております。春夏の山装備ちょっとでも参考になったら嬉しいです。それでは早速見に行ってきます。全部大きいんだよな。ありがとうございました。それでは早速 X シェルターを取り入れた春夏の登山コーディネートをご紹介したいと思います。まず最初はこちらです。X シェルター暑熱アルファクライミングパンツ2500円です。カラーはセージグリーン。まず手に取って感じたのは生地の薄さと軽さです。さらっとした質感で肌に張り付く感じがありません。暑い時期の登山や行動量が多い日でもストレスなく履けそうな印象です。このパンツは X シェルターアルファの特徴である遮熱と気化冷却を生かした設計で、日差しの下でも足に熱がこもりにくいのがポイントです。 UV カットは UPF50 プラス、近赤外線もカットしてくれるので夏山での安心感があります。通気性を高めるためにベンチレーションは4箇所。歩いている時や上りで汗をかいた時に熱をしっかり逃がしてくれます。収納はポケットが全部で5個。行動中に使う小物を分けて入れられて、登山では使い勝手の良い構成です。生地は薄くて軽いですが、クライミングパンツらしく足上げもしやすく、動きやすさもしっかり確保されています。そして今回選んだセージグリーンはとても柔らかい印象のカラーです。山の景色にも自然に馴染みますし、トップスの色を選ばずコーディネートしやすい色味だと感じました。全体としては軽い、涼しい、よく動く、そして色も合わせやすい、春から真夏にかけての登山でできるだけ涼しく快適に歩きたい日にとても使いやすい一本です。続いてはこちらです。 X シェルター暑熱アルファフーディー2900円です。カラーはホワイト。まず目に入るのがこのホワイトカラーです。とても爽やかで春夏の登山では見た目にも涼しげな印象です。主張しない色味なのでボトムスやインナーの色を選ばずコーディネートしやすいのもポイントだと感じました。生地はとても薄くて軽い仕上がり、手に取ると風を通しそうな軽さがあって羽織っていても重さをほとんど感じません。このフーディーはフルジップ仕様になっていて、ジッパーを上まで閉めると顔周りまでしっかりカバーできます。日差しが強い時や風を受けたい時など状況に合わせて調整しやすいのは登山では助かるポイントですね。背中にはベンチレーションが配置されていて、歩いている時にこもりやすい熱をしっかり外へ逃がしてくれます。このサイドベンチレーションと裾ボタンのデザインは今年から新しい仕様とのこと。細かい部分ですが実際に歩くことを想定したアップデートだと感じました。さらに手首部分にはボタンがついていて、袖口をキュッと締めることも可能です。
風が入るのを抑えたい時や腕周りをすっきりさせたい時に細かく調整できます。全体としては軽い、薄い、涼しい、そしてさっと羽織れて調整しやすいフーディーです。春から夏にかけての登山で日差し対策や体温調整用の1枚としてとても使いやすいアイテムだと感じました。続いてはこちらです。X シェルター暑熱ベータワイドフィット半袖 T シャツ1500円です。カラーはブラウン。今回のコーディネートではこの T シャツをベースレイヤーとして着ています。X シェルターにはアルファとベータがありますが、この T シャツはベータです。基本となる考え方は先ほど紹介したアルファと同じく、外からの熱を抑え内側の熱を逃がす暑熱軽減構造をベースにしています。アルファとの大きな違いは生地の作り方です。アルファが織生地なのに対してベータは編みの生地です。そのため生地の浸透性が高く、汗をかいた時の蒸れの逃がしやすさがアルファよりも優れています。ベースレイヤーとして考えるとこの違いはとても大きくて、肌に近いところではベータの方が安定した快適さを感じやすい印象です。実際に触ってみると肌触りはとても優しくさらっとしていて、長時間着ていてもストレスが少なさそうです。シルエットはワイドフィット、体のラインを拾いすぎず風も通りやすいので、見た目も着心地もどちらもバランスが良いと感じました。さらに裾にはドローコードがついていて、キュッと絞ることでシルエットを変えて楽しむことができます。ゆったり着たい時と少しすっきり見せたい時で表情を変えられるのは嬉しいポイントですね。胸元にはポケットが1つ、小物を入れたりちょっとしたアクセントにもなっていて、実用性とデザイン性を兼ねています。カラーはブラウン。山の景色にも自然にも馴染みますし、街で着ても浮かない落ち着いた色味です。この T シャツは山でも街でも使える1枚だと感じました。これだけの機能を詰め込んでこのコーディネート全部でなんと6900円です。遮熱や気化冷却といった X シェルターの機能を取り入れながら登山で使える装備として考えてもかなり現実的な価格だと感じました。とりあえず試してみる、これから登山を始めたい、そんな方にも手に取りやすいコーディネートだと思います。最後に紹介するのがこちらの X シェルタープレミアム超高放出ウルトラレインジャケット9800円です。カラーはブラック。本格的なレインウェアとして設計されています。まず大きな特徴がこの超高放出性能。糖質度は最大10万グラム。一般的なレインウェアと比べてもかなり高い数値で蒸れを溜め込まず、内側の湿気をダイレクトに外へ逃がす構造です。一方で耐水圧は3万ミリ。しっかり防水しながら同時に蒸れも外へ逃がす相反する機能を両立しています。素材構造を見ると、表地には撥水防水、中間には X シェルターの超高放出フィルム、そして肌側で水分を素早く拡散。汗をかいても雨に降られても衣服内をできるだけ快適に保つ設計です。またこのモデルはバックイン仕様。バックパックを背負ったままでも着用できるようになっていて、登山での使いやすさがしっかり考えられています。さらにベンチレーションやフードのダイヤル調整など悪天候の中でも操作しやすい工夫が随所に入っています。このジャケットはフードを使わない時に襟の中へ収納できる仕様になっています。フードをしまうと首元はスタンドカラーになり、視界の邪魔になりにくく、風を受けてもバタつきません。見た目もシンプルになるので、山だけでなく街や移動の時にも使いやすい印象です。 X シェルタープレミアムは軽く羽織る暑さ対策ではなく、雨、蒸れ、行動量の多さ全てを想定した一着です。天候が不安定な日の登山やレインウェアを着たまま歩き続けるような場面で力を発揮するモデルだと感じました。ということで、ワークマンの X シェルターを使った春夏の登山コーディネートを紹介してきました。機能や価格だけでなく、実際に手に取ってみると、こういう使い方ができそうだなぁと想像が広がり、とても楽しかったです。ということで、今回はワークマンの2026年春夏新製品発表会にて、実際に登山で使えそうなアイテムを中心に見てきました。
もし気になったアイテムや実際に登山で使ってみたいものがあったらコメントで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録といいねボタンハイプしていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。